それでは、モーションスパイスのバージョン2をリリースできましたので、解説動画を撮っていきたいと思います。まず、パネルを開いていきますね。モーションスパイスを開いて、まずはざっとこのようにアセットを見ることができます。そして今回バージョン2で追加されたのが、コレクションズ、履歴、コンプトゥアセット。このハテナによる操作説明ですね。そしてこの設定のコンパクトモード、設定のエクスポート、インポート、各種設定のクリア、あとは GIF のレンダリング環境が整っているかのチェックなどができます。次にここでアクションボタンといって、簡単なループを適用したりとか、水平反転、垂直反転、フリッカー、フェードアウトとか、フィルで色つけるとか、そういう簡単なものがこのボタンで簡単に適用できます。次、今回結構大きな機能となっている、このカラー、スナップ、マルチ、ランダムというものがあります。これら順番に解説していきます。まず基本機能としてはバージョン1と一緒で、クリックしたら適用、クリックしたら配置されるっていう感じです。で、このボタンを押すと、例えばこれならフィルなら塗りがこれに適用される。で、インバートはエフェクトの反転ですね。で、この M ブラはモーションブラのオンオフ。フィットがコンポジションにフィットさせる。で、ループを適用してタイムリマップもやってくれるものです。こういう感じで続けたいときに便利ですね。で、フリッカーインっていうのがインするフレーム数を決めて、例えば20フレームだったら、このイン点から20フレームでチカチカチカっと、これだと分かりづらいですけど、例えばこれなら10フレとかでチカチカっと、これはエクスプレッションによる制御になります。アウトも同様でお尻から何フレでフリッカーしながら消えていくというものです。で、このフェードインが普通のフェードインで15フレームでとすると、9フレームが打たれて15フレで出現となります。逆にフェードアウトも同様に15と設定したら、お尻から15フレーム、キーフレームが打たれて消えていきます。で、コラプス。モーションスパイスの場合は、読み込まれた場合、基本的にはコラプスが適用されてまして、それをオンオフしたりとか、ご自身で作られたもののコラプスを解除したり、オンにしたりする場合にも使えます。で、このアンカーっていうのが、アンカーポイントのリセット。このリセットっていうのが、トランスフォーム関連のちょっといじっていきますね。例えばバーッといじって、これを一発でリセットするというものになります。このフリップっていうのが、これが水平反転、垂直反転ですかね。これも使いやすいと思います。で、次なんですけど、この目玉機能のカラー、スナップ、マルチ、ランダムについて解説していきます。カラーに関しては、これをオンにすると色を選択できます。例えば緑にして、コンポジションを選択して、これを適用すると、ここがヒューになっているので、これ英語だとヒュー&サチュレーションっていうんですけど、この色相サイドが適用されて緑っぽくなった状態で配置されます。これだとこう転がすだけで色がいじりやすいので、その方が調子いいっていう場合もありますし、もう一個クリックするとティントモードっていうのがあって、これは色かぶり補正でしたっけになって、このように緑で色かぶり補正が適用された状態でカードが配置されます。配置されるときなんですけど、V1 の時はこのタイムラインの最初に強制的に配置されてたんですけど、バージョン2ではこのタイムシークバーがある場所に置かれるようになっています。次、スナップですね。スナップをオンにすると何が起きるかっていうと、
例えばこのシークエンスは一旦次にするんですけど、オフにして、この MKR っていうのはマーカーですね。コンポジションにマーカーを打つ。これは消す。で、このタイムライン上のマーカーに対して吸着するというものです。これですね、一番近いマーカーに吸着。一番近いマーカーに吸着。こういう感じです。で、このレイヤーっていうのを何に吸着するのかっていうと、このようにレイヤーがこう並んでたときに、一番近いレイヤーの印点に吸着するというものになります。例えばこうですね。これだとここの印点にこの印点が合う。ここだと、こっちの印点のが近いのでここに吸着。ここだともちろん、こいつが近いのでここに吸着という形になります。で、このシーケンスをオンにするとどうなるかっていうと、わかりやすくマーカーでやるんですけど、もっとバーッと打ったとして、10個マーカーがあるので、10個このマルチ、バッチモードでマルチ適用できるので、これをオンにして複数選択することで一気に配置することができるようになります。この FFX に関してはテキストそのものに適用するものなので、ここで選んでも無視されてしまいます。また後で触れていきたいと思います。こんな感じで新しい素材も入れつつ、反映してみると、このアプライセレクテッド。すると選んだものがこのようにマーカーに吸着って感じでシーケンス配置されています。で、マーカー数を超えたものに関しては最後にまとめられちゃう感じですね。こんな感じです。で、このランダムっていうのが、例えばこうやって今バーッと配置して、これがちょっと気に食わないなって時に、これを選んでランダムを押すと、これブライトっていう種類のものだったんですけど、そのブライトのカテゴリーの中からランダムで選択されるというものになります。で、これだとちょっとランダムすぎて使いづらいなって時は、パネルに戻って、オルトを押しながら、これを選択して、パネル上でオルトを押すと、一発で差し替えることができます。で、まだ言えてなかったんですけど、今回追加したアセットが、ブロックノイズ、そしてこの FFX。グリッチノイズはもともとグリッチっていう名前で入ってたんですけど、グリッチノイズに改名しました。で、このトランジションズ。これはマットとして使ってもらってもいいですし、色分けして使ってもらっても面白いかなと思います。で、この TB ノイズですね。で、バージョン2ではこうやってカードにマウスを合わせるとホバーで大きめに見れるようになりました。で、この FFX をちょっと適用していきたいと思うんですけど、こうやってテキストがあったとしてセンターに配置します。で、これを適用すると、このタイムシークバーがある場所を起点としてキーフレームが打たれて、テキストアニメーターとエフェクトなどが適用されますので、こんな感じで文字に一発適用するだけで、さっきの並べたシーケンスの上に来るとこんな感じで自動的にかっこいいモーションができているみたいな感じになります。一回見てみますね。なんだかそれっぽいですよね、これだけでも。で、もう一個の方も見てみますと、調整は必要ですけど、動きとしてはこんな感じのものがあって、親和性は高いかなという感じですね。で、今まだ2個しかないんですけど、これからどんどんテキストアニメーター系含めて、
スケールとかそういったプロパティやエフェクトだけのものも追加していこうと思ってます。で、今回の目玉というか、推し機能の一つなんですけど、自動で GIF のプレビューを生成してくれる機能がなかなか苦労して搭載できたもので、ちょっと試しにやっていきますね。テスト用に作ったものがあるんですけど、例えばこれをボコッとここに置きます。すると、このインポーテッドってところのフォルダに入るんですが、今見てもらうと分かるようにレンダリングってなってますよね。今勝手に GIF 化を進めてくれてます。で、Windows の場合は FFmpeg っていうその変換するためのものが最初から搭載できてるんですけど、Mac に関してはちょっと権利的に入れ込めなかったので、インストールして最初に起動した際に案内が出るようにしましたので、それに従ってターミナルを開いてインストールを進めていただくという形になります。で、僕の場合テストの環境でやった時は MacBook Pro の2012のやつでやったんですけど、1時間ぐらいかかったので、ちょっと最初だけすみませんがお時間かかるかと思います。で、今のがドラッグドロップによる GIF の生成ですね。GIF の生成とカードの登録。これを押すとコンポジションに配置されます。で、もう一個のドラッグドロップのやり方として、さっきボコッと適当に置いたんですけど、今度このカテゴリーのバーのところ、もしくはこのプラスを先に押していただくと、カテゴリーを作ることができるようになるので、例えばブライトの中の、ハイパーブライトとか自分のブライトとかみたいな、なんかいろいろ適当に作って、ここに入れ込むようにすることもできます。するとこのカテゴリー内にサブカテゴリーも作れて、その中に入るみたいなこともできますし、シンプルにこのブライトの中に直下に入れることもできます。で、これがドロップによるものです。で、これらによって入れたものは、このアップデータのローミング、モーションスパイスのモーションズの中に入りますので、見ていただけたらなと思います。それともう一つ GIF の機能として、これがモーションスパイスがインストールされている場所になるんですけど、この SEP の中のエクステンションズ、モーションスパイス、モーションズの中に今の初期搭載のアセットたちが入っていて、でこの中にインポーテッドかな。インポーテッドに、例えば自分の AEP を入れたらどうなるかというと、一旦ちょっとパネルを開き直せば読み込まれるんですけど、モーションスパイスを開き直すと、インポーテッド、さっきインポーテッドに入れたものがここにあります。で、やはりドロップして入れたわけじゃないので、GIF の自動生成はされてなくて、でもこういったまだ GIF が生成されてないものに関しては GIF 生成ボタンが出てきますので、クリックすると一発でこのパネルに適した GIF になるようになっています。で、これはこのまま GIF として読み込まれます。で、最後にここの管理機能なんですけど、コレクションズというのが、例えばこのプラスでコレクションプロジェクト A とかってして、プロジェクト A で使ったものを、右クリックでこれが出てくるんですけど、このプロジェクト A というところにこれを放り込んでいって、これ A で使ったな、A で使いましたっていうので、コレクションズにまとめることができます。プロジェクト A を選ぶことで、コレクションを見ることができます。そしてこれを入れ替えることもできますので、いいように使っていただければなと思います。あとタグっていうのは、これも管理機能の一つで、あとタグを右クリックから選ぶと打てるようになるんですけど、例えば田中お気に入り、担当者が気に入ってるやつとか、プロジェクト B、カット何とか、そういうなんか絞り込みができるようにするためにつけて、検索でこうやって後から絞り込んで見ることができるという感じで、いいように使ってもらえればというものになります。で、お気に入り機能は以前からあるので、このようにお気に入りにしてもらって、お気に入りで絞り込むという形ですね。で、このリセントが履歴機能で、最大20件ここに溜まっていきます。最後にこのコンプトゥアセットなんですけど、これも一つの目玉機能で、例えば
例えば新しく作ったとして、こういうのを作ったとして、ちょっと短めに、じゃあこのコンポジションがお気に入りだからパネルに追加したいですというときに、コンプターセットボタンでこのコンポ1を追加したいですとなったら、この中で選んでセーブするといろいろ走って、いろいろ走った結果、マイアセットというフォルダの中に入ります。自分で追加したコンポジションやアセットに関しては、モーションスパイスと同じディレクトリには入らず、別のディレクトリに保存されますので、モーションスパイスをアンインストールしたりとか、アップデートを上書きしたりしても、フォルダごと上書きされるってことはなくて、これはずっと残り続ける形になります。あと一応検索なんかも丸とか日本語でもこうやって丸が出たりしますし、ノイズだったらこうやって絞れたりとかするんですけど、もし例えばもじゃもじゃっていうコンポジションを追加した人がいたとして、それに対してひらがなでもじゃとやっても出てこなくて、最初からここの中にデフォルトで同梱されているものに関してはちょっと柔軟な検索ができて、そのもじゃもじゃとかいうものに関してはちゃんともじゃとかって入れた段階できっちりコンポジションなり AEP に合ったものでないと出てこない形になります。あとは中国語や韓国語にも対応してますね、今のところは。あとはエクスポートデータとインポートデータについてなんですけど、これはこのお気に入りやコレクションズ、履歴なんかの今の状態を保存してくれるものになります。適当にディレクトリを決めて、で例えば全部クリアして消えました。でインポートすると戻ってきたのが分かりますかね。こんな感じで使うことができます。以上がバージョン2の全貌になるかなと思います。これからもアセット追加は無料の中でやっていきますし、あと大きい構想もあって進めてますので、長い目で応援していただけたらなと思っています。モーションスパイスに興味を持っていただいてありがとうございます。それではチュートリアルを終わります。